You get everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take.クレアチンはアミノ酸の一種でして、摂取することで筋トレの時に素早くエネルギーを作り出すようにサポートしてくれます。短時間に最大限のパフォーマンスを発揮できるようになります。基本的には食後に摂取すると筋肉に取り込みやすいのでおすすめです。もしくはトレーニング中からトレーニング直後なんかもおすすめのタイミングです。新陳の中で最も体が栄養不足に陥っているのが寝起きなんです。このタイミングで吸収の良いアミノ酸を摂取するとトレーニング効果がアップしやすいです。クレアチン自体は副作用もほとんどありませんし、私たち女性にとっても一生涯にわたって健康の維持増進のための介入手段の一つとなる、そういったエビデンスが積み重なっているものの一つでもあります。一般的にはこの消化吸収が早いとされているプロテインシェイクなんかも朝ね飲まれている方が多いと思いますが、タンパク質は摂取しても、そのままね体に吸収することはできないので、体内の消化酵素の働きによって吸収が早いとされているホエイプロテインでも約1時間、一般的な食材だと、大体 3,4 時間かけてペプチドを介してアミノ酸に分解されて腸で吸収されるようになります。それらを考慮するとアミノ酸を摂取すると、そのタンパク質のように分解する過程がないので吸収する時間も約30分ぐらいですし、何より内臓のね負担が少なくて体にも優しいです。私たちの体は年齢を重ねることによって体のパフォーマンスが落ちるように、内臓のこの消化機能もやっぱ落ちてきてます。やはりこの内臓の負担も考慮すると、分解する過程が少ないアミノ酸っていうのは、40代以上の人たちにとってもすごくおすすめのものの一つになります。この一緒に摂取している EAA は人体で合成できないために口から必ず摂取しないといけない必須アミノ酸9種類が集まったものです。これらを摂取すると、摂取して数十分後には臓器や筋肉に運ばれます。寝起きに就寝時に疲労回復のために体内で消費されてしまったタンパク質を補うためにも EAA とクレアチンを一緒に摂取するっていうのはおすすめです。この私自身の実感としては、ここ1ヶ月半ぐらいですかね、クレアチンを摂取するようになったんですけども、やっぱ1回のトレーニングのパフォーマンスが全然変わりました。42歳の私でも実感がありますので、 EAA とクレアチンをセットで摂取するっていうのは本当にいろんな方に試してもらいたいなと思います。今回このプロテインを飲んでいるタイミングなんですけど、少しちょっと前と変えてまして、お昼ご飯と一緒に、デザートのように飲んでいたり、あとはどうしてもお腹が減ったなって思った時にプロテインを飲んでます。女性の皆さんは理解できると思うんですが、生理前ってすっごくお腹減りますよね。そういった時に普段だったら食べない時間でもプロテインを少し飲んでちょっと落ち着かせるみたいな感じで使ってます。正直お伝えすると、30代後半ぐらいから40代にかけて摂取する全てのものにやっぱり気を配らないと厳しいなっていう現実が見えてきました。一つの面は肌の老化、そしてそこのシミとかそばかすとか、そういったもの薄いのが出てきたりとか、そういうのもお菓子、パン、これやっぱね摂取していると本当に出やすくなります。カロリーの面だと食べ過ぎたとしても、それは運動消費すればプラマイゼロでしょっていう感じになるんですが、AGE っていうね、摂取すると体が本当に老化を促進してしまうんですね。
食べる回数があればあるほど肌は老化しますし、体も老化します。食べる回数を減らすこと以外は方法ないんですね。そういう結構ね、かなり厳しいと思うんですが、逆にですね、白い砂糖って本当に中毒性高いので、週に1回とかご褒美に食べてる方が我慢しなきゃいけないので、かなりきついです。やめてしまう方が食べないと思わなくなるので、そっちの方が楽です。その点、グラスフェッドのプロテインは本当に栄養満点ですし、ホエイプロテインって本当に満腹感出ますので、栄養も取れる、体老けないで、何よりこのまたプロテイン飲みたいなって思うぐらい美味しい。これ本当にありがたいです。こちらのネイチャーカンさんのプロテインはニュージーランドで包装飼育されているホエイプロテインでして、低カロリーで、通常のホエイプロテインに比べても栄養価も高いです。使用されているものも 100% の天然甘味料、そして香料も使用されています。よりね、自然な形でこのタンパク質も摂取できます。本当飲んでてもなんか本当チョコレートシェイク飲んでるとしか思えないような味でして、本当ご褒美のような感じで飲んでます。プロテインのおかげでとても楽しく食生活をね管理できるようになってます。トレーニングなんですけど、私は1日のワークアウト時間をもともとね短距離選手でめちゃくちゃ長い時間頑張れるかっていうと全然頑張れないです。がっつり時間をかけて1回ごとに頑張るっていうんではなくて、1回あたり30分とか、多くても1時間以内で頑張るようなトレーニングをしています。運動以外でも栄養摂取で最大限に努力を結果につなげようっていう方針でして、計算してトレーニング効果を最大化させてます。 EAA とクレアチンのこの組み合わせっていうのは本当にすごく助かってます。ドリンクを一緒に摂取することでトレーニング中に血中のアミノ酸濃度を下げて自分の筋肉を分解して減らすっていうことも防いでくれますし、1回のトレーニングの質を落とさないようにっていうのも役立ってます。これまでは BCA をよく飲んでたんですけど、途中で EAA に切り替えまして、さらにこの最近、1ヶ月半ぐらいですね、クレアチンをローディングするようになって、1回あたりのトレーニング効果を体も見た目にも実感できるようになってます。実際にですね、2018年に行われた国際スポーツ栄養学会では筋トレに効果的なサプリメントのレビューを報告してくれていて、明らかに安全で効果もある強力なサプリメントのエビデンスを示すものとして、筋肉をつける効果が高いものとしてはこのクレアチンと EAA プロテインはエビデンス A に挙げています。そういった第三者の、評価っていうのも参考にしていまして、 BCA はもう評価もう少し下なんですね。それらも含めて EAA とクレアチンっていう組み合わせに変えています。ちょっと追い込みすぎて筋肉痛になりそうだなとか、そういった時はネイチャーカンさんに CBD オイル入りのこのマッスルバームっていうのがありまして、これをつけて回復を早くするようにしてます。かなりちょっとメントールが効いていて、スーッと疲れが取れるような感じの実感の使い心地です。あとはたまにこのリップクリームを使ってます。
後に1日の食事や生活で気をつけることについてご紹介したいと思います。1つ目は空腹の時間を作るようにしています。20代までは消化吸収能力ね、体が高いので1日3食時間をね決めて食べていればある程度ね頑張って消化してもくれますが、もう40代になると消化吸収の能力もやっぱ落ちてきます。きっちり食べると消化器官がかなりやっぱり疲弊してしまいやすいです。実際に最新の研究報告などによると、長寿に関する遺伝子って言いますとも空腹を感じることで活性化されるっていうのも分かってきています。美容健康面では歯の再石灰化が遅れやすいです。歯がね傷みやすくなって自分の歯が使えなくなってしまいますので、こまめに食べないようにしています。タンパク質の摂取なんかは自然な食品から中心に食べるっていうのはもちろんいいんですけれども、実際問題タンパク質が豊富な食品って言いますのは油分もやっぱり一緒に取ってしまいやすいケースっていうのがやっぱすごく多いです。で、肥満も招きやすいです。私は余分な脂肪や糖分を取らなくてもよくて、タンパク質量必要な分摂取できて栄養バランスも計算もしやすいプロテインや EA を活用しながら体の管理をしています。別の面では私たちの腸管、特に大腸には100種類以上100兆個と言われている腸内細菌が存在しています。これらは善玉菌と悪玉菌、どちらでもない日和見菌で構成されています。動物性タンパク質を取りすぎてしまうと体に吸収されなかったタンパク質がそのまま腸内に送り込まれてしまって悪玉菌の餌になって腸内環境の乱れが生じやすくなります。悪玉菌が増えると病原菌による感染の可能性も上がってしまったり、どれぐらいのタンパク質をどれぐらい取ったのかっていうのを計算しやすいプロテインっていうのはすごく活用しやすいです。特に今回ご紹介したネイチャーカンさんのグラスフェッドのホエイプロテインは、ニュージーランドの放送飼育されているプロテインですので、より自然な形に近いっていうのもあってこちらに最近は切り替えて飲んでいます。まろやかでめちゃくちゃ美味しいので、もうストレスなくっていうか楽しみで飲んでいるっていうのもありますね。2つ目、できる限り睡眠の質を上げるっていうのを意識しています。これまでも、眠れないってことはね、あんまりないんですが、たまに予定がうまく合わなくて寝る直前にトレーニングしてしまって体が興奮状態になって眠れないっていうことはありました。そこで最近話題になっているこの CBD オイル、ネイチャーカンさんにも取り扱いあったもので、こちらを今導入しています。今ね言われている効果としては、リラックスだったりとか、あと、睡眠質を向上するとか、疲労回復に良かったり、肌に直接塗ったりすると、それでこの吹き出物とか改善に良かったり、あとひどい人には片頭痛だったりとか、そういう生理痛とかねがひどい方も楽になったっていう声もあってます。で、私も実際にタイミングが悪くて、眠りが浅くなったりっていうのもあったので試してるんですけど、次の日の疲労回復に違いがあるなっていうのを実感してます。やっぱトレーニングってどれだけねしっかりと本当に質の高い睡眠をとって疲労回復できるかで結果が変わってきますので、高いに越したことはないです。実際やっぱ飲み始めて体がリラックスするのか、すごいぐっすり眠れるなっていう実感があって、疲労回復っていうのにすごく役立つんじゃないかなっていう実感がしてます。たまにっていうものね出ることもあるので改善にも使ってます。天然のオイルですし結構活用しやすい商品でした。今回ご紹介したこちらのグラスフェットのプロテイン、これバニラなんですけどチョコレートもあります。あとこの CBD オイル、この CBD オイルが入ったマッスルバームとかリップバームとか、手軽に日常生活で CBD オイルを取り入れやすい商品とか、EA と超相性がいいクレアチンとか、こういったものもネイチャーカーさんのホームページに詳細見れますので、概要欄に私の紹介の割引になるクーポンコードも貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回も動画を最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。See you in my next video. Bye!